皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回の動画は510ブルーバードの完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装工程に関しては全部で3回の工程。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドを使用。塗料はクレオスの GX100 スーパークリアー2をガイアカラー T01 薄め液で1対 1.5 程度まで薄め吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠めから塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、1工程目と2工程目の間に軽く2000番のペーパーヤスリで表面を整え、2工程目はしっかり全体をまんべんなく塗装、3工程目は仕上げで各部塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく作業をしていきます。徐々に番手を上げ滑らかな面にしていきますので、前もって逆算をしクリア塗装を行わなければいけません。ここでクリア塗装時に意識している塗料が垂れる寸前、つまり多少厚めにクリア塗装を行うことがここで生きてくると思います。取り出し工程としては2回の工程。まずはペーパーヤスリ2000番で水取りをし、次にラプロスの研磨クロス6000番8000番と番手を上げ水取りをしていきます。個人的な表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。続いて鏡面仕上げの工程です。鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります。ドレメルというメーカーのミニルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っていきます。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、パーツ表面の層を軽く剥がす、または一皮剥くといった感覚で研磨していきます。あまり研磨しすぎても粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできずピカピカにはなりません。ですのであくまでも軽く1周といった感じで作業を行っていきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で傷がなくなるまでを目安に研磨していきます。この3工程目の段階で下地が出ると本当に最悪なので、基本的には各1周、最終的に仕上げ目で傷をしっかり消すことができれば OK を目標に行います。最後の仕上げの際、長谷川のセラミックコンパウンドとタミヤのモデリングワックスを使用し、ツルピカにし完成としています。続いて各メッキパーツに対し各種カラーを入れていきます。もともとメッキが施されているパーツたちで、このメッキをしっかり活かしていくべくエナメル塗料で全体的にカラーを入れ、塗料が乾いたらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で露出させたいメッキ部分を拭き取っていく作業となります。前後バンパーにフロントグリル、サイドエンブレムなどに対し
エナメルのセミグロスブラックを塗装。リアコンビネーションにはエナメルのクリアレッドを塗装。これらの塗料がしっかり乾いたのを確認したら、綿棒で余分な箇所を拭き取り完了です。ついでにボディ各部に対しても墨入れを。塗料の特性をしっかり把握した上で作業を進めていきました。続いてリキッドクロームマーカーを使用し、ウィンドウモールに対しメッキ調塗装を行っていきます。過去にはミラーフィニッシュをこまごま貼り付けたりいろいろ試しましたが、個人的にはこの方法が一番しっくりくるのでご紹介を。塗装の手順としては、まず筋彫りの段階でウィンドウモールの外側に筋をしっかり入れ込んでおきます。ボディ塗装、クリア塗装と進行したら、ウィンドウモール外側の筋に対しタミヤの墨入れ塗料で墨入れを行います。はみ出た部分はエナメル溶剤で拭き取り、次にリキッドクロームマーカーでモール部分に対し塗装を行います。できるだけ墨入れをした部分に塗料がにじまないよう注意しながら塗装をしていきます。最後にウィンドウモール内側にはリアルタッチマーカーの腹部分で塗装をし、ゴムパッキンを再現。これで旧車特有のメッキモール塗装が完了です。最後に仕上げとなります。まずはウィンドウの取り付けから。クリアパーツのウィンドウ、パッケージのままでも十分綺麗なのですが、僕はいつもタミヤコンパウンドの仕上げ目と長谷川のセラミックコンパウンドで軽く磨いてから取り付けを行うようにしています。ボディのテカリ具合となじませ、テカテカ具合に統一感が出るように丁寧に磨き上げたウィンドウとルームミラーを接着し、ボディと合体。次にライト類を仕上げていきます。リアコンビネーションはバックランプのレンズが別パーツとなっていて、とても小さなパーツなのでなくさないよう接着していきました。接着剤はセメダインハイグレード模型用接着剤を使用。続いて仕上がった外装パーツたちを取り付けていきます。フロントマスクはボディに取り付けるのですが、非常にタイトで縁の部分の塗装が剥がれてしまわないかドキドキしながら取り付けました。ウインカーレンズにバンパー、ゴム部分に黒のマーカーで小細工塗装をしたワイパーにフェンダーミラーを取り付けていきます。フロントが仕上がったらリアに移動。キーシリンダーにはアドラーズネストのブラインドリベットヘッドを取り付け、リアコンビネーションパーツ、ナンバープレート、バンパーと取り付けていきます。次にサイドに移動し、サイドシル部分にはメッキモールを、運転席側ピラー部にはアンテナを、ドアノブは長谷川のミラーフィニッシュを貼り付けカットしていきます。サイドのウインカーは下地にブラック、その上からシルバーを重ねクリアオレンジを塗装しました。最後にホイールを取り付け、タミヤのモデリングワックスで磨き上げ完成です。ため息が出るほど美しいボディラインはスーパーソニックラインと呼ばれる直線的で彫りの深いデザインによるもの。長谷川から販売されていた510ブルーバードを自身が思い描く渋い仕様を想像し、サファリブラウンで塗装、足回りも落とした上で 3D プリンターで出力した渡辺ホイールにチンスポで武装し仕上げてみました。
プリンススカイラインを彷彿させるような存在感抜群のフロントに、箱スカを連想するようなリア周り、箱スカよりもデビューが1年早い510ブルですが、この年代の日産の技術などがふんだんに詰め込まれている一台のような気がします。ノスタルジーな一枚とともにキャブの吸気音を思い浮かべつつ、今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。